皆さん、こんにちは。ゆきです。今日は、もったいないと、千と千尋の神隠しをつなげて、日本文化を紹介します。前に出したこのもったいないの動画を見て、このチャンネルを登録してくれた皆さん、ありがとうございます。皆さん、もったいないという言葉に興味があるみたいなので、今日はもっと深く説明しようと思います。このチャンネルでは、日本語を勉強している人のために、ゆっくりとわかりやすい日本語で、日本語や日本文化の紹介をしています。よかったら日本語のリスニングの練習に使ってね。ところで皆さん、スタジオジブリの千と千尋の神隠しという映画は好きですか？ちなみにスタジオジブリ、スタジオジブリは日本語ではスタジオジブリと発音します。私が教えている生徒さんも、この作品が大好きという生徒さんもたくさんいます。もしかしたら、そんなタイトルの映画聞いたことないよという方もいらっしゃるかもしれません。日本語のタイトルと英語のタイトルが全然違うというのもまた面白いことなんだけど、英語のタイトルは Spirited Away だけど、日本語のタイトルは千と千尋の神隠しと言います。皆さんの国の文化や宗教の考え方と比べて、神様がたくさんいるという考え方を面白いと思った人はいませんか？それともとてもびっくりして、信じられないと思った方もいるかもしれませんね。皆さんはどう思いましたか？よかったらコメントを書いてシェアしてくださいね。なぜ私が千と千尋の神隠しの話を出したのかというと、もったいないという言葉ともつながりがあるからなんです。日本にはアニミズムという考え方があります。それはすべてのものには魂があるという考え方です。人間や動物は当たり前なんですが、魂があって生きていますよね。でも、生き物だけじゃなくて、自然や私たちが普段使っているもの、例えば、私が毎日使っているこのペンとか、毎日持っているこのポーチとか、ペンやポーチにも魂があるという考え方です。だから少しだけ使って捨てるのではなくって、大切に長く使いましょうと考えます。このペンだったらちょっと開けてみます。中に芯が入っています。このインクがたくさん使ってなくなったとしても、カートリッジがあります。この新しい芯を入れ替えて使えば、またこのペンを使い続けることができます。
ちょっと元に戻すね。あ、逆だ。よいしょ。こうやってインクがなくなったら新しいインクに付け替えて何十年もこのペンを使い続けることができます。長い時間使っていると物に対して愛する心が生まれます。今日も私のために頑張ってくれてありがとうという気持ちを持っていつも一緒に仕事をしています。だから自分の車やパソコンに名前をつけて可愛がってる人もいるんですよ。もったいないという言葉は環境に優しい environmentally friendly というだけではないんです。実はもったいないにはこういう使い方もあります。それは才能を無駄にするのはもったいないといった使い方です。例えばピアノがとても上手い人がいたとします。その人がその才能を生かさないで全然違う仕事をしていたとします。エンジニアだったり、数学の先生だったり、そういう時に才能があるのに使わないのはもったいない。こんな感じで使ったりもします。同じ言葉なのにこんなに違う使い方があるのも面白いですよね。よかったらコメント欄でもったいないを使って文章を書いてみてくださいね。もったいないを使って練習してみましょう。では今日のまとめです。もったいないは物だけじゃなくて人の才能にも使える言葉。そしてもったいないは日本のすべてのものに魂があるというアニミズムの考え方ともつながっています。だからこの動画も何回も何回も見てね。はい、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が楽しかったらいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。じゃあまたね。バイバーイ。